はい、哲也です。今日はね、トランプ勝利、監査の波全米へというテーマでお話してみたいと思います。米国では未だに去年の大統領選に関するモヤモヤが続いていますよね。っていうか、ジョージア州やアリゾナ州では広範かつ厳密な監査の結果、いろんな悪事が表に出てきていますよね。そうした事態は今やこの2つの州にとどまらず、ウィスコンシン州にも飛び火し始めているようですよ。先日7月16日、ウィスコンシン州のティモシー・ラムサン共和党下院議員は、アリゾナ州とジョージア州で数々の不正が明るみに出たことを受けて、ウィスコンシン州でこれまで行われてきた監査を完全な法定監査へと格上げすべきだと要求しましたよ。つまりこれまで行われた単なる再集計にとどまらず、もっと対象範囲を広げ、よりきめ細かな念入りな監査をせよというわけですね。僕はこの情報をこの記事から得たので、今日は主にこの記事内容をベースにお話してみたいと思います。ラムサン氏は最近ジョージアやアリゾナにおける2つの大きな郡、フルトンとマリコパですよね。その2つの郡から出てきた情報を検討した結果、ウィスコンシン州でも同様の法定監査を行うべきだと主張しているわけです。選挙の完全性を求めるグループは、今週投票画像を公表し、ジョージア州フルトン郡での手作業集計による監査で詐欺が起こったことを明らかにしました。またフルトン郡では約200近くの投票用紙を重複スキャンしていることも判明しました。一方、マリコパ郡という、アリゾナ州最大の郡で法定監査を行ってきた監査会社サイバーニンジャスは、7月15日に行われた監査聴聞会で約10万に上る票に重大な問題があったことが判明したと発表したんですね。サイバーニンジャスは不正があったとの主張に激しく異議を唱えるマリコパ郡当局には、コンピュータ記録を含めたより多くのデータの提供を求めています。ここでね、ラムさん議員の発言を少し長いんですけれども、要約的に紹介しておきましょう。次の通りなんですね。それはウィスコンシン州議会が社会の根幹を揺るがすような重大な情報を検証することは、民主的なプロセスにとって必要不可欠である。神が与えた権利を守り、市民が選挙の完全性に自信が持てるようにするために、私はウィスコンシン州第5選挙区の紙の郵便投票やデジタルファイルを見直して重複スキャン等が起こっていないか確認し、選挙機器のサイバーセキュリティ面で改ざんが行われていなかったかについても徹底的に調査するために、ウィスコンシン州の選挙監査の拡充を求めるとね。さらにラムさん議員は次のように付け加えました。もし不正が見つかった場合、そうした投票は公式投票から切り離されるべきであり、不正な投票の期限に関する調査も行われるべきである。そして不正な票は全てカウントすべきではないとね。これは当たり前のことですよね。さらにラムさん議員は、ウィスコンシン州の議員がアリゾナ州とジョージア州で提出された証拠を確認することが重要であり、選挙が安全に実行されたという民主党側の主張を裏付ける結果になることだってあり得るのだから、誰もが監査の恩恵を受けるはずだと、指摘しています。つまりね、より厳しい法定監査を実施することは、民主党の言うように選挙に不正はなかったという主張を裏付けるかもしれないわけだから、それに反対する理由など誰にもないというわけですよね。その一方で、ウィスコンシン州選挙管理委員会のアン・ジェイコブス委員長を含むウィスコンシン州の民主党議員は、共和党議員が要請する厳格な監査に反対の声を上げているんです。この点、ウィスコンシン州の民主党リーダー、院内総務というのかな、ゴードン・ヒンツ議員はかつて、記者団を前にしてね、今年の初めぐらいでしたかね、記者団を前にして次のように皮肉交じりに語ったことがあります。
共和党は寄ってたかってわざわざ国民の信頼と信用を損なおうとしているようだとね、きちんと監査したら信頼と信用を損なうってどういう意味なんでしょうかね。これはまるでがんの疑いのある患者に精密検査をしたら患者が自信を失うから精密検査などするなって言ってるような感じがしませんか。なんかうまく言えないんですけど、なんか変ですよね。まともなこと言ってるようでって感じがしますよね。それはともかくね、去年の大統領選挙ではバイデン候補がトランプ候補に対してわずか約2680票の差をつけてウィスコンシン州を制し、選挙後にもね、部分的な再集計が行われたんですけども、その時にね、十数票ね、バイデン票がまた上積みされたという話もあるんですよね。とはいえね、600万人弱の居住者がいる同州で2万票余りの差というのはかなりの僅差と言えるわけですね。ですからたった数万票程度の不正が見つかれば簡単に逆転するほどの、わずかな票差なんですよね。ですからね、これはやっぱり徹底してね、監査をすべきだというふうに、思うのは当然だと思いますよ。いろんなね、不正が各州で、報告されてるわけですからね。同様のことがこのウィスコンシン州でもなかったというふうには言えないんじゃないでしょうかね、必ずしもね。ところで今後どうなるかってことなんですけれどもね、ウィスコンシン州の共和党は州議会の両議員で、2つともですね、過半数を取ってるんですね。しかしながら他方ね、知事にはトニー・エバースというね、民主党員がついてるわけですよ。議会は共和党が制しているというか強いわけですから、いろんなことができると思うんですけどね、やっぱり知事がね、いろいろ邪魔する可能性ありますよね。議会と首長との間でいわゆるねじれが生じている状態なので、これまで行われた再集計よりももっと広範かつ厳密な法定監査にすんなり持ち込めるかどうかは現時点ではね、まだ定かではないんですね。僕はウィスコンシン州で前回の大統領選における重大な不正が指摘され、なおかつジョージア州やアリゾナ州で現にそうした証拠が続々と出てきていることを踏まえるならば、またね、さらに言えばですよ、ラムさん議員の言うようにね、最終的に選挙が安全に実行されたという民主党側の主張を裏付ける結果になることだってあり得るのだから、ウィスコンシン州の州民は広範かつ厳密な法定監査の意向をしっかりと後押しする声を上げるべきではないかと思うんですね。それにしてもですね、選挙に関する広範かつ厳密な監査が行われるにつれて、全米のスイングステートでの大掛かりな不正が次々に表に出るようになりましたね。こうした不正が全ての激戦州において選挙結果を完全に覆すほどの規模であったことが判明したならば、米国民は一体どうするんでしょうかね。合衆国憲法にはそうした事態を想定した規定はあるんでしょうか。多分ないんじゃないでしょうかね。米国民は民主党の責任をきちんと追及できるんでしょうかね。そして大統領をね、もう一度トランプさんに戻すことができるんでしょうか。それともね、大統領はバイデンさんのままにしておいて、当面はね、中間選挙で厳しい審判を下すってことになるんでしょうかね。当然のことながら全ては主権者たる米国民の意思にかかっていると言えるでしょう。願わくば主流マスコミもソーシャルメディアも報道しない自由を行使したり、身勝手な検閲などをせず、事実を包み隠さずありのままに伝えてほしいものですね。すべての有権者が極力従前な情報に基づいて適切な判断を下していく。それが健全な民主主義の礎ですからね。はい、これからもね、この問題まだまだ続くと思いますけれども、ぜひ我々、日本人もですね、
この問題については関心を持って注目し続けるべきだと思っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。